どうも皆さんこんばんは。今回ですね、おうち焼肉やっていきます。スーパーでいい感じのお肉を、買えましたので、今これネギを切っておりますが、これはですね、レトルトの玄米にちょっといい感じのちゃんじゃ飯みたいな感じにしようと思ってます。今これ肉ね、ロース肉ですね。そんなに脂身が多くないのでさっぱりにいけるかなと思うんですが、これ切れ込みを入れております。はい、漬け込むのでね、しばらくよくタレが染みるようにっていうのと、柔らかく食べれるようにっていうのと、食感ですね。この切れ込み入ってるところがちょっとこうなんていうんですかね、カリッとなることによって食感を楽しめるのではないかという素人考えです。これプロの人に言わせたらそんなんしても意味ないよとかなるかもわかんないですけど、これはもう気持ちの問題なんで、なんかやってるぞっていうね、やってるんだぞっていう、そういうのが欲しいだけです。実際結構美味しくなるような気がするんですが、でタレを揉み込んでいきます。揉み込んで20分ぐらいですかね。この日は私は放置したのはね、にちゃにちゃといやらしい音を立てて生肉がタレに侵されています。さあこれ玄米ご飯2分ですね。チンします。この手の類のものはだいたい2分ですね、やっぱりね。でできて、ちょっと熱々のご飯の上にこう真ん中はこのレトルトの、パックのままいくっていうのがね、一人暮らしのおっさんっぽいですよね。で黄身を乗っけまして、でちゃんじゃをね、この黄身の周りにあーっとこの配置していきますね。はい。でそうすることによって、ほんでこれネギを乗っけてと、ちゃんじゃをこのぐらい配置することによって、こうところどころちゃんじゃが入ってきて楽しいなという。で海苔ですね。海苔をいきまして、私の場合これナンプラーをちょっとねいきます。本当はごま油あったら欲しかった、かけたかったんですけど、ごま油をちょっと買い忘れたので、とりあえずナンプラーだけで韓国風タイ風ミックスでいこうと思います。こういう風にぐちゃ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 っとしましてね、こんなもんぐちゃぐちゃの方が美味しいんでね、ぐちゃぐちゃっとします。でキムチ、いわゆるチーキムですね。チーキムの方をいきます。さあ焼いていきます。このねちょい厚切りのタンで、ああいう風に格子状にカットしてあるのね、高級焼肉店とかでよく見るやつですよね。美味しいですね。なかなかの高級なお肉が半額で買えましたからね。これ半額はでかいですよね。ジューッと焼いて、冷蔵庫からビール、やっぱりねこの焼肉の時はちょっとねビールいきたいですね。いいですね。真剣な眼差し。私はもう夜のスナックとかで長年働いてましたんで、このねビールの入れ方には自信があります。どうですかこのいいですね。この感じ、ほらね、これが夜の店でバイトしてた経験が生きてきます。乾杯。いただきましょう。うめえね。うめえよ。でこれ今焼いてる、これ岩谷のね炙り屋ってやつなんですけど、それにこの今鉄板を置いてるんですけど、これは別に純正の鉄板じゃないんですよ。この炙り屋のちょうど炙り屋のサイズの鉄板っていうのが売ってまして、それをね別個で買いました。鉄板は岩谷のやつじゃないんですよ。なんかね鉄板メーカーのやつで、さあハサミでね切ります。この鉄板使うとね、もともと炙り屋には純正のっていうか網がねついてるんですけど、この鉄板使うと本当にもうね焼肉屋さんの感じになります。この鉄板でガス火で焼く焼肉が私は一番好きです。
炭火焼きも美味しいと思うんですけどね、もうガス火が僕は好きですね。で煙出ますんでね、皆さんもしお家でやってみようという方なんかは絶対に換気扇の下でやってください。で単にこれレモンじゃなくて今回すだちですね。すだちでいってみようと思います。このちょっとずつちょっとずつパックされてるこれがねすごいね便利なんですよね。でこの入れ物も容器もこれねアマゾンで買いましたけど料理番組とかでよく見る容器ですよね。案外調理にも便利やし、こうやって食べる時にもね小皿代わりですごい便利です。洗いやすいし、いい感じの焼け目がついてきましたね。カットしておくとああいう感じにギザギザっとカリカリっとなるのが非常にいいかと思います。ちなみに髪の毛ちょっと洗いざらしなものでも本当にざらしております。ざらしておりますことをご了承ください。お意地をいたしましょう。こんなもん単塩みたいなもんはもう塩多い方が美味しいですからね。いいですよ。ナイス。これね程よい厚みがあって、僕あんまり極厚牛タンとかあんま魅力を感じないんですけど、このぐらいの厚みはいいですね。薄切りのやつも美味しいんですけどね、このぐらいも美味しいですよね。噛み応えがあって、そしてビール流し込むよね。それはね、なんでしょうこの至福感。一人でちまちま焼肉食ってビールを飲むというこの幸福感たるやないですね。でちょっと単にこれ以上火が入るのを恐れてね、一旦ちょっと避難させたりさせなかったり。うんま。これうまいわな。でちょっと最近家で料理をする動画がなかなかないなっていうふうに思っていらっしゃる方もいるかも分かりませんけども、このちゃんじゃ飯ね、このビジュアルパンチ力ありますよね。これうまいんすよ。信じられないと、アンビリーバブルだと。そう料理を家で料理する動画が最近上がらないなというふうに思ってる方もしかしたらいらっしゃるかもわかんないんですけど、家の中がですね極端に散らかっておりまして、本当にもう極端に散らかっておりまして、どのぐらい散らかってるかっていうとたまにAV でなんか一人暮らしの家むちゃくちゃなんか散らかってるおっさんがなんかその辺歩いてる女の人を連れ込むみたいな AV あるじゃないですか。っていうか、そういうの知ってる人いますかね。その部屋になっております。で片付けました。もう丸1日かけて必死に片付けて、ゴミ袋をもう40袋ぐらい出して片付けましたんで、これからはね料理の動画も、うちの獣2匹も、出てくると思いますんで、しばしお待ちを。さあ食の方は進んでおります。さあ今度タン1タンでこの漬け込みロース切れ込みロース肉ですね。いい音してますね。これを焼いていきます。タンもねあれ生レバ刺しをつける時のごま油と塩のタレあるじゃないですか。あれも美味しいですよね。あれをタンにつけたいっていうのはちょっとあります。
ちょっとあるという報告だけしときます。いや、このチャンジャ飯はマジで最高です。でこれチャンジャが品川駅の港南口の上のスーパーで買ったんですけど、あそこのねスーパーで売ってるチャンジャ美味しいです。コクがあってね。行こ猫が今後ろ通っていきましたね。この今後ろに映っている棚もね本当にとっちらかってたんですけどもうガッと整理しました。どうしても調味料とかねいただき物のやつとかが増えてくるとね本当にパンパンになってくるんですけど、きれいに整理いたしました。見てますね。こっち見てますね。こっち見てます。みんなしということでしょうか。こう火加減をねちょいちょい調節しながら、やっぱ焼肉ってねもう焼き方、火の入れ方っていうのはかなり重要なんで、ちょっと私はね焼く時なんかはこうコンロの火をねちょいちょい調節しながら、今はもう弱めとこうとか、ここは強めようとか、いろいろしながらやっております。たまにいい焼肉屋さんなんかに行くとつきっきりで店員さんが焼いてくださるお店ありますね。あれやっぱり店員さんやっぱプロなんで完璧な焼き方をしてくださるんですけれども、ずっといらっしゃると割とどうしていいか分からへんっていうね、なんか人の恋愛相談なんか聞きながら焼肉食べようなんか思う日はあれなんですよね。ちょっとこう恋愛相談の話がしづらいっていうのもありますね。さあラストタンかな、ラスタンですかね。あれだけ見せつけたということはラスタンなんでしょうか。このタンを最初に食べるっていうこの常識っていうのはいつからなんですかね。果たして本場韓国でもそうなのか。なんか知らんけどこう序盤タン食って中盤後半にやっぱりもう一回タン食いたいなっていう時に、なんか中盤後半にタンを頼んではいけないみたいな風潮ありますけど、風潮にこう縛られすぎてはいませんか。別にええんちゃう。別にカルビとかはねおかわりするわけですし。チャンジャ、このチャンジャですね。品川駅港南口の上のスーパーで買ったやつです。チャンジャ飯あんのにさらにこうチャンジャを直で行きながらビールを行くというね。結局もうチャンジャとビールだけでもいいんじゃないかっていうぐらいね、私はチャンジャが好きです。そうだからタンを一番最初に食べるでしょっていう常識とともに、タン頼まずにしょっぱなカルビから行くっていうのもなんかカルビから行くんやみたいな感じの顔される時はありますね。逆に言うとしょっぱな冷麺から行こうとしたら、それはそれでしょっぱな冷麺行くのっていう風になるんでしょうか。なりますね。締めやもんね。牛の部位の中でタンかカルビかとかじゃなくてもう麺やから、まあそれは締め
締めやからさすがに言われるか。やっぱこの肉漬け込むとね、本当にスーパーで売ってる、割と今回もねこれアンガス牛で海外のお肉で和牛ほど柔らかくないはずなんですけど、切れ込み入れてタレ漬け込んどくと結構ね柔らかくなるんですよね。タレにもよるんでしょうけど、今回の場合のやつはこうタレの中に入ってる何かが作用してお肉が柔らかくなるとか、そんなんももしかしたらあるのかも分かりません。さあ順調に進んでおります。ね、今ビール飲んでああ言うてるけど、小鳥が舐めたぐらいしかビール飲んでへんやないかみたいな思っている人はいたと思いますが、そんなに私お酒が強くはないので、もうこの日もこれね、缶ビール1本をこの食事中にちま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 飲むっていう、ほらほら飲んだかっていうの、お前飲んだのかそれっていうね、そのぐらいの量ずつちま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 ね、ビールの味を楽しんでおります。喉越しをとかはちょっともう飲み方ではあんまり味わえないかもわかんないですけど、まあね、やっぱお酒は適量がいいと思うので、ほどほどがいいと思うんで、ゆっくり味わいながらね飲むっていうのもいいんじゃないでしょうか。ほらちょっとやな、改めて客観的に見てみてちょっとしか飲まないですね。いい感じで焼け、ジューっていうね、汁が滴って鉄板でエロい声を上げるというね。今これ同じようにね、一人でご飯を食べながらご覧になっている方いらっしゃるかも分かりません。大丈夫です。あなたは一人ではありません。追いビール入りました。缶ビール1本開きましたね。でここで、ね、出ましたこのラー油なんですよね。ラー油をちょい足しします。これはこれで美味しい。本来ならばごま油をかけたかった。ごま油ってボンベ切れましたね。ボンベが切れました。ごま油って使いたい時になくないですか？なくないですか？ごま油って使いたい時になくないですか？ちょっと今田中みな実ちゃん風のね感じで言いましたけど、ちょっと私の家のね炙り屋さんがね、ちょっと着火するとこのやつがちょっと壊れてまして、着火マン的なやつで今つけましたけどね。わあちょっと今小躍りしましたね。気持ち悪いですね、おっさんの小躍り。あとこれがラストロース。はい、なくなりましたと。きれいになくなりました。ラスト2枚ね味わって食べていきましょう。ここに来てもそんだけしかビール飲まへんっていうね。ラスト2枚でビールなくなるんでしょうか。ちゃんじゃいってね、ちゃんじゃいってビールいくね。これね、ビールの量も徐々に減らしていかないといけないんで、このフィナーレに向かってね、フィナーレに向かってね、バランスよくね
全体ほぼ同時ぐらいに終わらせたいのでね。はい、今回もいい感じで焼けております。ラスト2のロースいきましたね。ご飯の方もほぼなくな、あともう一気に行くか、一気にそれで行くか、一気に行きました。ということはもう最後のロースはもう肉だけでいこうと。キムチも最初入れたやつがなくなりました。でビールちょい残しだから肉いって最後ビールいって締めるという、そういう魂胆ですね。ラストなのでクロス火切りですね。クロスして火を止めてラストロス。換気扇オフ。ラストビア。喉越してます。さあよかったね。お疲れした。